今回はテレビを買い替えたので紹介していこうと思います。アイリスオーヤマから発売されている43インチ 4K テレビ、とてもコストパフォーマンスが優れているテレビです。以前まで祖母からいただいたシャープの24インチフル HD のテレビを使用しておりました。型式が古く画面が小さく解像度が低いため以前から買い替えを検討していました。いろいろ検討した結果、今回はコストパフォーマンス重視で選んでいました。はい、登場していただきました。ということで、ご紹介します。アイリスオーヤマの、型番がですね、43UB10PB というものでございます。43インチウルトラ HD とか多分そういう意味だと思いますけれども、まあこんな感じの型番の、テレビでございます。4K 対応液晶テレビと書いてあって、かなりシンプルな、パッケージになっております。めちゃくちゃ性能としては単純なやつで、特にね、なんかテレビの、パッケージだとなんか箱のなんかこう端っこの方に、搭載されている技術とかが、表示されてるんですけれども、そういうのもあまりなくて、本当にテレビが見れるだけ、地上波が受信できるだけっていうようなやつでございます。そこにチューナーのあれが書いてありますけれども、一応地上 BS、CS 見れます。チューナーはね、何個だったっけかな、2つは入ってると思いますね。録画しながら違う番組見れるみたいなことが書いてあったので、チューナーは2つ入ってると思いますね。多分3つは入ってないですね。ダブル録画しながら、だと違う番組見れないってなってたので、チューナーは2つですね。3つは入ってないと思います。で、大きさが43インチで 4K 対応になっております。ぐるっとパッケージ一周させてみますけど、特に特徴的なことは書いてない。裏側も同じ印刷になっております。ここに付属品の表示がここにあるぐらいですね。あとはということで、特に特別なこともないので、もうとりあえず早速開封して設置していってレビューしようと思います。なぜか片側にだけ、バンドがついてる。ちなみにね、今回これは Amazon で買いましたね。はい。じゃあ開けていきます。はい、段ボールが開きました。よいしょ。かなり頑丈な段ボールですね。よいしょ。すごい密閉性がすごくて、やべえ、かけた。密閉性がすごすぎて、いいことなんだけど、よしよしよし。でここに足かな、ここに足がついておりますね。テレビ本体を支える足が、この発泡スチロールに、くっついてました。そうするといきなり本体にアクセスできるような感じになっておりますね。なんかね、大型テレビとかの箱だと、なんか実家で買った船のテレビとかもそうだったんですけれども、下の方になんかなんて言うんだろうな、プラスチックのなんか止めてあるやつがついてて、それを引っこ抜くとこの箱がこうガボッと取れてみたいな機構があるんですけれども、この大きさ43インチクラスだとそういうのはないですね。こうやって持ち上げてあれするしかないかな。なかなかあれですね。ちょっとですね、箱をカットしてバコッと開けて横から出したいと思います。これちょっと引き上げるのはなかなか難しそうなので、なんか引っ越しとかするときのためにちょっと段ボールあれしとこうと思ったけど、どうせガムテープとかであれすればいい話なんで。ガボッと側面開きまして、そうするとここに説明書類が入ってるかな。こんな感じですね。なかなかちょっと変な開けた方してますけど、一人なんで、わやっぱでかいですね。開封にはやっぱそれなりスペースが必要ですね。あと2
2人はいた方がいいと思います。その方が楽なんじゃないでしょうか。おー、出てきた。めっちゃ綺麗。じゃあちょっと本体は置いといて付属品の、紹介をいたします。まあ付属品に関してはこの袋にひとまとまりになってるかな。よいしょ。まずは取扱説明書ですね。そして B キャスカードの、使用方法のチラシ的なやつですね。そしてこれが B キャスカードで、電源ケーブルだよね、多分メガネ端子ですね。メガネ端子になってます。でリモコン、リモコンなんかデザインがすごいスタイリッシュですね。じゃじゃん。デザインがスタイリッシュでめちゃくちゃいいですね。リモコンって意外に外に出てるものなので結構デザインとか大事ですけれども、かなりこうシンプルで余計なものがない感じ。形も四角いし、なんかボタンもなんか配列もいいし、無駄にこう変な装飾とかがない感じでミニマルでいいんじゃないかなと思いますね。これ今使ってるシャープのテレビのリモコンなんですけれども、明らかにね1世代前のテレビのリモコンっていう感じな雰囲気醸し出してますけれども、それと比べるとかなりこうてかいいですね。細くて長いっていう、めちゃくちゃこうコンパクトだしいいですね。デザインがこう常にこれソファーの肘掛けあたりに置いといてるので、かなりリモコンのデザインってちょっと重要なんですよね。でこれが保証ですね。保証これねAmazon でプラス1500円ぐらいで5年の保証がつけれるんですよね。壊れた時のためにと思って保証は入っておきましたね。もともとね1年だか3年だかの保証がアイリスオーヤマのこのテレビはついてるらしいんですけれども、まあ念のために5年の保証に入っておきました。1500円なんでね、壊れた時の買い直すとか考えるとやっぱ保証めちゃめちゃ高いものではなければ基本的に保証は入っておきたい派なので。であとはこれアナログのオーディオのケーブルですね。そしてこれでかい電池入ってる。これリモコン用の電池ですよね。電池付属してるのはすごく嬉しい。そしてこれはテレビの足を取り付けるネジですかね。ちょっとリモコン電池入れちゃいますか。これ事前にてかすごい薄いな。めちゃくちゃリモコンも薄い。スマホぐらい薄くてかなりリモコンのデザインがかなり気に入りました。意外にこれなんか事前にこの YouTube のレビューを見たとき、これ全部バコッと外れるんですよね。これなんかここだけの方がコストとか削減できそうなのに、なんでこれ全部バコッと外れるようにしたんだか。背面のデザインを良くしたかったのかな。でちょっとこのテスト用の電池、これ単4ですかね。単4の、電池2本入れていきます。2本とも落とした。デイリーマックス、ちょっと聞いたことない電池の名前ですね。はい、何も難しいことはありませんでした。こんな感じでリモコンは電池で終わりです。付属品に関しても単純ですね。説明書と B キャスカードの説明と、B キャスカードと、あと保証書はこれ保証入ってない人はないのか分かんないですけど、でももともと1年保証とかあるからあるのかな。そして足を止めるビスとリモコン、あと電池とアナログのオーディオ端子と電源ケーブルです。じゃあちょっとこれお楽しみのペリペリを剥いでいっちゃいますか。これ剥がす瞬間めっちゃ好きなんですよね。わあ、
ちょっとねこの質感とかを見ていこうと思うんですけれども、なんか想像以上に想像してたようにベゼルがすごい細くてスタイリッシュでいい感じの見た目ですね。かっこいいです。あんまりこのねプラスチックだけど別に安い感じもせず、なんかすごい造成はすごいいい感じがしますね。こう触った感じもなんかしなったりせず結構がっしりとしてるので造成もいいんじゃないかなって思いますね。本当にねデザイン的にもすごいシンプルでリモコンと同様無駄な装飾とかなくて、なんかすごいミニマルでデザイン的にはすごい洗練されてるんじゃないかなと思いますね。アイリスオーヤマの製品やっぱデザインいいですね。すごいかっこいい。でちょっと収まりきってないですけど、ここにアイリスオーヤマのロゴがあってこれは全然気にならないですね。ちょっと下がベゼルが太くなってるのかな、こっちに品番が書いてあってっていうような感じで、特に気になるところはないですね。もう本当にシンプルでもう全然いい感じですね。背面はこんな感じですね。背面もなんか余計なものなくて、背面がこう見える形でセットアップしてもそんなにごちゃごちゃ感はないんじゃないかなって思いますね。背面も作りいいですね。であれですね、壁掛け用の穴も開いてますね。壁掛けなんか何種類かねあるみたいなんですけど、ちょっと壁掛けやったことないんで分かりませんが、壁掛けの穴はついてますね。一応側面から見た感じはこんな感じですね。結構薄くていいのではないでしょうか。3種類のご紹介ですね。こっち側が今画面側から向かって左側、画面側から向かって左側なんですけれども、電源を取るメガネ端子がありますね。それだけです。はい、そしてこっちが画面側から向かって右側の、背面になりますね。上から光デジタルの入力端子、そして LAN ポート、3.5mm の、イヤホンジャック、そして AV 入力で、これ上の方のアンテナが、BSCS ですね。で下が地上デジタルで HDMI1、2 ってあって、で一番下の HDMI が ARC 対応の HDMI になっておりまして、あとこれマイクロ SD カードも入るのかな。これちょっと見にくいですけれども、この HDMI と本体のこの隙間にマイクロ USB のスロットがあります。間違った、マイクロ USB じゃない、これB キャスカードです。 B キャスカードのスロットがあります。で一番下にですね、USB が2発ありますね。はい、これ録画用のハードディスクとか挿す用の、USB だと思います。底面はこんな感じになってます。ここが足をつける部分で、これ左右のスピーカーかな、この格子状のものは。この真ん中のは何でしょうね、なんかネジかなんかがついてるけど別に何か取り付けるわけではないのかな。そんな感じですね。底面もシンプルですので、壁掛けにしてもあんまりこう気になるなんか突起物とかはない感じです。ではですね、足の取り付けをやっていきたいと思います。説明書何ページに書いてあるやろうな。はい、説明書の11ページに書いてありました。ここを見ながらやってみます。でさっき一番初めに段ボールを開けた時に発泡スチロールに取り付いてたのが足ですね。これこれも光沢になってていいですね。またここでもペリペリができる。これちゃんとした足がゴムになってて、置いた時とかも静かだし傷つかないようになってますね。足も質感かなりいい感じですね。特になんか両方同じ感じがするので向きはないんじゃないかな。向きじゃないわ、左右の、決まりはないんじゃないかなって思います。なんか別に説明書にも詳しくは書いてないので、はまるようにやればいいんじゃないかなと思いますね。で一応これ前後の向きは今見たらあるみたいで、ここの取り付けるところからこのままこう斜めにこういってるところと、こう一回こうガクンと落ちてからこう行くところがあるんですけれども、このガクンとなってる方が前らしいですね。液晶側ガクンとなってる方が液晶側に向けてやります。でこれ若干斜めにですね装着するようになってるんですね。でこれはめる時のポイントがですね、これ2つ突起があると思うんですよね。これ大小の突起があると思うんですけれども、ここにもこう
突起がはまるこうなんて言うんでしょうね、メガネケーブルみたいなの差し込み口みたいな形になってるところがあると思うんですけど、ここに合わせてこうですね。はい。で裏からこれプラスドライバーは別途用意する必要がありますが、ネジで固定していくと。よし、つきました。めっちゃ簡単。ネジ合計4本止めるだけだからめっちゃ簡単です。よいしょ。おお、あ、安定感もバッチリ。こんな感じで立てるとこんな感じになりますね。足もなんかいいですね、スタイリッシュで。この2本で受けて止めてる感じが、なんか真ん中にこうドーンと土台が来るのもそれはそれでスタイリッシュでかっこいいんですけれど、この方がなんか下に物を置けるっていう点ではいいんですよね。まあどっちでも好みですけれども。おお、いい感じ。はい、じゃあちょっと取り付ける前にB キャスカードを取り付けていきたい、取り付けるというか、装着っていうのをしていきたい、挿入していきたいと思います。ここの ARC 対応のHDMI のここ本体との隙間のところにスロットがあると思うんですけれども、ここにB キャスカードを挿入していきます。 B キャスカードこんな大きさなんですね。ミニ B キャスっていうんだ。あれ SD カードと同じみたいに。すげえ。ミニ B キャスカードの取り付けに関しては、14ページ取説書いてありますね。背面側から見てこの向きで入れますね。これが金属の部分で、まあ欠けてるこの位置を見てもらえば分かると思うんですけれども、この欠けてる方を右下にして入れると。こんな感じですね。欠けてる方が右下にあります。向かってこのままグッと、はい、カチッとなったら装着できたというようなことですね。本当になんか SD カード感覚でB キャスカードもこれもうできるんですね。すごい時代の進化を感じます。テレビなんて最後に買ったのはてか自分では買ったことないんで実は。では早速あそこに設置していきたいと思います。もうすごい軽いし意外にも小さいから持ち運びはすごいしやすいですね。うお、すげえ、めちゃくちゃぴったりサイズ。どうですかこれ、めっちゃぴったり。テレビ台の高さが足りないんで、ちょっとソファに座るとこれと干渉するもんではあるんですけど、めちゃくちゃこのね大きさ的にはいいです。あと視聴距離的にもねちょうどいい、もうベスト中のベストみたいな感じでいいんじゃないでしょうか。とりあえず電源ですね。電源だけこう画面側から向かって左側から取ります。なんかすごいこれ電源ケーブルってなんか普通なんか硬いイメージあるんだけど、めちゃくちゃなんか柔らかくて取り回しがしやすいですね。変な癖とかもついてなくて。よいしょ。お、早速アイリスオーヤマのロゴが出てきて画面がついて、下見えるかな。なんかアイリスオーヤマのロゴの下のランプが点滅してますね。画面ついたお使いいただくために各種設定を行います。ちょっとこの前にちょっと必要な端子をつないでおきます。はい、では初期設定していきますか。次へがこれは決定ボタンって意味なのかな。もうリモコンつながってんの。OK。以下の準備はお済みですか。LAN ケーブルの接続。LAN ケーブルはつないでないんですね。LAN ケーブルはつないでないんだけど、そっか、あれが B データだっけなんだっけのあれに必要なのかな。でもアンテナと B キャスは入れたんですけれども、LAN はね、あんまテレビ前のやつもつないでなかったから、まあいいや。次へ行っちゃいましょう。画質の設定をします。テレビの画質を家庭用に設定するか、店頭用、家庭用ですね。お住まいの地域の郵便番号。多分これ郵便番号を入れることによって、テレビ局ですね、のあれができるというようなことですね。お、待って、やばい。これテープライトとなんか連動しちゃってる。これなんかやばいですね。数字のこれやばいな。干渉してるかもしれないテープライトに。やばいですね。
あ、変わった。9押すと青になるっていう。前はなんかちょっとテープライト、なんか連動しちゃうやつがあるみたいなのでご注意ください。で、郵便番号を入力したら OK を押します。で、県を選びますね。住んでる県を。B キャスカードのテストを行います。B キャスカード挿入されているか確認してください。挿入しました。はい。じゃあテスト。はい。終了しました。早い。で、もうデジタル放送が見れると。じゃあ次へ。これより地上デジタルチャンネルの設定を行います。地上波アンテナが接続されることを確認してくださいと。で、また県を選択すると。で、通常は UHF を選択してください。じゃあ UHF にしておきますか。受信可能なチャンネルを調べています。あ、これかかるやつか？かかるやつっぽいですね。まあでも30秒、あ、音でか。30秒くらいで終わりましたね。チャンネル設定修正アンテナレベル。次へ。まあ、別に特別なことはやんなくていいんだけど、多分これはオフでいいと思う。なんかさっきからやっぱちょっと照明の色が変わってるからこれ干渉してるね。まだちょっとなんかやり直しになっちゃったか。あ、カウンター設定これで終わりです。あ、設定終わった。お、そしてテレビが、うわ、めっちゃ画面明る。なんかすごい明るいんですけど画面が。まあ設定によると思うんですけれども、いいですね。輝度があってめちゃくちゃ明るいです。ちょっとなんか映像の設定とかちょっといじってみたいですね。はい、では一通り設定設置終わったところでちょっとレビューしてみたいと思いますが、いや、なんか映像が想像より綺麗なんですよ。いや、正直言ってやっぱちょっと価格帯が価格帯だから、やっぱりね、期待はあんましてなかったんですけれども、ちょっと想像を絶するぐらい綺麗ですね。これうわ、すごいですね。まあ、一番びっくりしたのは輝度ですね。画面の明るさがすごい出るので、それがすごいいいなと思いました。あと色合いとかもすごい自然な感じでいいですね。まあ自分なんか色合いはちょっとね、抑え気味がいいので、わざと色合いは鮮やかさを低く設定したりするんですけど、まあすごい色もしっかり出ていいんじゃないかなと思いますね。で、今これこのテレビ単体でネットとかが見れないで、地上波しかね、今見れないんで、4K の映像を見ることができないので、ちょっと、4K の映像を見てみた感じ、まあ、どんなくらい綺麗なのかっていうのは、ちょっとまだ、紹介はできないんですけれども、まあ、フル HD の、地上放送を見るだけで、まあ、すげえ綺麗だなと思うので、4K の映像見たらかなり綺麗なんじゃないかなって、これは思いますね。で、あとね、意外な点が、これ、リモコンがちょっと暗くて申し訳ないですけど、リモコンが想像以上にいいですね。めちゃくちゃこう操作感がいいです。なんか自分の場合なんかLED の、テープライトに反応してしまって、なんかそれで干渉してしまうっていうのはあるんですけれども、それで若干反応悪いっていうのはあるんですけれども、それがなければめっちゃレスポンスはいいと思います。そしてなんかこれリモコンがこれ薄いんですね。この見た目がこうなんかスタイリッシュなのは分かるけど、薄さがね意外にも薄くて、そして軽いんですよ。めっちゃ軽いの。めちゃめちゃ軽いので操作しているのがめちゃくちゃ楽ですね。そしてこの幅も細いので、こう握る感じでこう持ってて、こう親指で全てほとんどこれ親指でこう操作することができるし、こう握り込むことがこうやってできるんですよ。こうやってなのでめちゃくちゃこのリモコンの操作がしやすくて、こう軽いのが大きいのかね、やっぱり。うん、そんな感じでなんかリモコンがなんかすごい意外に気に入っちゃいました。レスポンスはすごくいいですね。前のテレビがね、すごい番組表がまず立ち上がるまでに時間かかったりして、まあこれ一回これ開いてるからキャッシュに載ってるっていうのもあると思いますけれども、 1.5 秒くらいで、開いてくれます。最初に初めて開いた時も別に遅いとは思わなかったので、まあ、番組表もすぐアクセスできるし、レスポンスというか、なんだろうな、ちゃんとこうパキパキ動いてくれますね。なんか前のテレビだとこれ番組表でこれもたついたりしてとかあったんですけれども、黄色で翌日、こう翌日とかに進むのもすごいサクサクいきますね。こんな感じで長押ししてもこうサクサクといいですね。
はい、遠くから見るとこんな感じです。てか、そっか、実際に座ってみないといけないですね、自分が。ちょっとソファーに座ってちょっと見てみますけれども、やっぱこの大きさ正解だったな。ちょうどいい大きさ。50型とかとも迷ったんですけれども、やっぱ50型とかだとね、少しでかいっていう風になってしまうんですよね。視聴距離がですね、4K テレビだと推奨されてる視聴距離が、この縦辺のね、1.5 倍なんですよ。だいたいこの43インチだと1メートルぐらいあると思うんですけれども、だいたいこう視聴距離ちょうど 1.5 メートルぐらい、この画面から、目までの視聴距離 1.5 メートルぐらいあると思うので、そもそもここの部屋がね、そんなにこう視聴距離が取れてなくて、視聴距離をね、取れるようにした方なんですけれども、テレビ台からソファーまでがだいたい1メートルなくて80センチとかなんですよ。で、座面、このソファーの座面が60センチ、70センチぐらいだとすると、視聴距離的にはやっぱ43インチなのかなと思いまして、やっぱいいですね。うん。欲張ってでかいの買わなくてよかったです。やっぱ適度な、大きさでよかったですね。あんまり大きすぎても疲れると思うので。めちゃくちゃいい。ちょっと最後にですね、スピーカーの音質とかも聞いてみたいと思います。なんかですね、スピーカー、思ったより悪くないですね。なんか Amazon のレビューとかで、スピーカーに関してはあんまり良くないっていうレビューが多かったんですけれども、圧倒的に音質がいいっていうわけではないんですけれども、もともと使ってたテレビが音がね、いまいちだったっていうのもあると思うんですけれども、やっぱちょっとなんて言うんでしょうね、こもった感じのね、安いテレビ独特のプラスチックの中にこもったような、音の響きっていうのはあるんですけど、なんか低音が意外にも出てる気がしますね。うん。いい音とは言えないけど、なんかベースの音がしっかりと聞こえる気がしますね。だから、そんなに悪くはないんじゃないですかね、意外にも。自分はこれ外部スピーカーつないであとは聞くんですけど、全然聞けないレベルではないですね。なんか、音とかもね、前使ってたテレビは設定できなかったんですけれども、このテレビに関しては、音声とかもこれ細かく設定できるんですよね。なんか低音の設定、高音の設定であったりとか、高音とかちょっと上げてもいいかもしれないですね。ちょっと、低音がちょっと強い感じなので、ヘッドホンの音量とかも設定できますね。これ50ぐらいにしときますか。今ちょっと高音最高にして低音は0です。やっぱちょっと、これだと少し不自然かな。ちょっとチャカチャカしてますね。7ぐらいにしときますか。7ぐらいにしとくと、低音はいじらず高音7ぐらいにすると、人の声に関しては聞きやすいですね。いや、全然スピーカーもね、使えないレベルはないですね。普通に音はそこそこ頑張ってるんじゃないかなっていう感じはいたします。という感じでですね、ちょっとこのテレビ開封して設置して、ある程度設定して少し見てみましたが、ちょっと、少し、期間使ってみて長期的なレビューというのをしてみたいと思うので、実際に使って、あとレビューしようかなというふうに思います。